こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。今日も武器について学ぶとするか。今回は、ヨーロッパのベルギーにある FN 社のセミオート拳銃を紹介していきます。FN 社だと、確か、ブローニングが銃を設計していた気がするぞ。そうよ。ブローニングは FN 社で設計した銃について解説していきます。またブローニングが何かやっちゃいました？そうね、やっちゃいました。天才銃火器設計者、ジョン・モーゼス・ブローニングは、ショットガンやハンドガン、マシンガンの開発で有名ですが、コルト社と FN 社、2つのメーカーでそれぞれ開発した拳銃が有名です。コルトでは、M1911 ってやつが有名なんだよね。FN 社では、ブローニングハイパワーというハンドガンが有名です。コルトはアメリカの有名メーカーだけど、FN 社ってヨーロッパのメーカーだったっけ？ FN 社は、パブリーク・ナシオナール社といい、1889年創業、ベルギーの老舗銃火器メーカーです。現在は、ハースタルグループという会社の傘下にあり、FN 社、ウィンチェスター社、ブローニング社が子会社になります。なんだか有名な会社が合体した感じなのか？いろいろあって合併して、今に至るって感じですね。ウィンチェスターは西部劇で有名です。ブローニング社は、ジョン・ブラウニングの実家の武器屋の方で、FN 社に買収されました。そうだったのか。FN 社は、ジョン・ブラウニングは最後まで働き続けた会社です。ブローニングはフリーランスみたいな感じなので、FN 社の従業員ではないのですが、FN 社とは良好な関係を築きました。なるほど。ブローニングはコルトでも仕事をしておりましたが、並行して FN 社でも仕事をしていたのです。1935年、FN 社で開発されたブローニングハイパワーという拳銃は、最高傑作と言われ、2017年まで製造され続けました。最近まで作られていたのか。そうなのよ。現在、オリジナルのベルギー製ハイパワーの生産は終了しました。FN 社では、1900年前後からブローニングが設計した銃を発売しております。今回は、ブローニングと FN 社、ハイパワーが開発されるまでの歴史を解説していきます。ブローニングは、もともとウィンチェスターで仕事をしていました。最初にショットガンを作ったんだよね。そうです。今までの動画の中で何とか説明してきたわね。後に第一次大戦で無双することになるトレンチガンというショットガンを開発します。ウィンチェスターモデル1897のことだね。しかし、ブローニングは新たな銃を作るにあたり、ウィンチェスターと揉めました。契約するとき、お金の面でお互いの同意が取れず、ウィンチェスターと揉めたのです。お金は大事だからな。結果、ブローニングはウィンチェスターでの仕事を断り、FN 社で仕事をすることになります。このあたりは、オート5の動画で詳しくやったよね。そうね、そちらで詳しくやっています。FN 社はもともと、マウザーの生産で創業した会社です。マウザーはドイツの有名な銃火器メーカーで、ボルトアクションライフルで名を馳せた会社です。FN 社はそのマウザーのライフル、15万丁の製造を請け負いました。ほほう、15万丁とは結構な数ではないですか？しかし FN 社は15万丁を作り終えた後はどうしよっかという感じでした。次の受注が入るだろうかという心配があったのです。銃火器業界は競争が激しく生き残るのが難しい業界でした。銃器メーカーは19世紀の頃から身売りするのがオチなんだよね。スペンサーとかレミントンもそうだった。昔も今も銃器メーカーは銃以外の製品などを作って何とかやっていますが、FN 社も自転車やバイクを作っていた時期がありました。その自転車のビジネスでアメリカへ渡った時、ブローニングとの出会いがあったのです。自転車のことでアメリカに行ったのに、自転車とは全然関係ないブローニングとの出会いがあったと。そういうことね。しかも、ちょうどブローニングとウィンチェスターが揉めている最中のことです。これはチャンス到来ってわけですか。ブローニングは新しいハンドガンとショットガンのアイデアを持っていました。しかし、ウィンチェスターと揉めたため、それを作ることができずにいたのです。FN 社はこの機を逃さず、ブローニングと契約し、ハンドガンビジネスを開始したのでした。そういうことだったんだ。運が良かったんだね。FN 社で最初に作ったのはハンドガンでした。ブローニング M1900 というハンドガンで、ブローニングナンバーワンとも呼ばれています。ブローニングの最初の FN ハンドガンってことね。1900年に発売された銃ってわけだ。そうよ。
世界で最初のブラーバックセミオート拳銃です。コルト M1900 とほぼ同時期に開発されました。同じブローニングが作った銃でも、コルトの1900と FN の1900があるってことだな。紛らわしいけど、そういうことね。この FN1900 は1911年まで製造され、70万丁以上が出荷されました。ベルギー軍ではサイドアームとして採用され、また世界中の民間や警察で人気を博し、大ヒットとなったのです。しょっぱなから売れ行き好調か。高い金を払ってブローニングを雇った甲斐があったね。FN 社としては一安心ということですね。M1900 は軽量で小型のハンドガン、ハンマーレスで暗殺にもよく使われました。ハンマーレスとは撃鉄が露出しておらず、ポケットに引っかからないので携帯性の高いタイプの銃です。ポケットからすぐに取り出して撃てるってわけだ。携帯性の高さから世界的にも要人の暗殺に用いられましたが、日本の首相だった伊藤博文もこの FN1900 で暗殺されております。マジか。口径は32口径 32ACP というブローニングが開発した弾薬を使っています。ACP はオートマチックコルトピストルの略なので、コルト製のカートリッジですね。ふむふむ。この FN 社の M1900 ですが、同じくブラウニングが作ったコルトのハンドガンとは色々と技術が異なる点があります。へえ、見た目はそんなに変わらん気がするけど。変わってるのは、重心の上にスライドのバネがついているところです。ブローニングが作ったハンドガンの中で、重心の上にバネがあるのは、これだけですね。普通のセミオートとは上下が逆になってるってことか。また、FN1900 は、撃鉄ではなく、内蔵のストライカーでプライマーを叩くタイプです。撃鉄がなくても叩ける銃があったのか。バネの力で撃心が前に飛び出します。ボルトアクションがストライカー式になっていますね。おう、なるほど。ボルトアクションもストライカーだったのか。ストライカー式のハンドガンは小型化しやすく、撃鉄で叩くよりも弾を命中させやすい仕組みです。そうなの？ハンマーファイヤーは撃鉄で叩く衝撃で銃がブレてしまうのね。そういうことか。ストライカーはブレにくいってわけだ。また、FN のハンドガンは、コレトとは他にも違う点があります。コレト M1900 は、ショートリコイルですが、FN の M1900 は、ブローバックです。これにはだいぶ違いがあります。そんなに違うものなの？ここで少し、ブローバックとショートリコイルの違いについて、比較しながら解説していきます。まず、こちらがショートリコイルですね。これはコルト M1903 という銃です。そして、こちらがブラーバックである FN1903 という銃です。コルトと FN で仕組みが違うっていうの？一緒にしか見えないんだけど、何がどう違うんだか。似てるけど違うんです。ショートリコイルは、スライドだけでなく、重心も少し動きます。確かに重心が動いている。ブラーバックは、重心が固定されて動きません。スライドだけが動いています。それはそうなんだろうけど、あんまり変わらん気がする。実は、ブラーバックは威力の低いカートリッジしか使えません。威力の高いカートリッジを使うと、ブローバックでは火薬のパワーに耐えられないのです。火薬の燃焼中に薬室が解放されてしまい、暴発の危険があります。ブローバックは強いカートリッジのパワーに耐えきれないのか？威力の高いカートリッジを使うには、ショートリコイルにする必要があります。ショートリコイルにすると、しっかりと薬室が密閉されて、安全に弾を発射できるのです。ショートリコイルであれば、強力な弾薬も撃つことが可能です。なるほど、わからん。ブラーバックは、火薬の反動をスライドの交代だけで吸収しなければなりません。一方、ショートリコイルは火薬の反動を重心とスライド、両方を使って吸収できるのです。なんとなくわかった。ブローバックは威力が弱い弾薬用、ショートリコイルは威力が強い弾薬用ってことか。重心が動くか動かんかだけでそんなに違うんだね。ブラーバックで撃てるのは、おおむね 380ACP という弾薬が限界です。世界でハンドガンの標準となっている 9mm パラベラムをブラーバックで撃つことはできません。9mm パラベラムはパワーが強すぎて撃てんということか。そういうことね。ただ、ブラーバックのバネの力を強化して、ボルトを甘くしてしまえば、強い弾薬も発射することができます。そうすれば、スライドの後退を遅らせて、薬室を密閉できるのです。サブマシンガンはブローバックが多いですが、バネとボルトを強化してやるため、9mm パラベラムを撃つことができます。
まあ、これをハンドガンでやるのは重くなりすぎて現実的ではないですが、火薬のパワーを重さとバネの力で相殺するわけか。ブローバックは威力の高い弾薬を使えませんが、その分、軽くて構造もシンプル、低コストで作ることができます。しかも、重心が固定されて動かないので、命中精度も高くなります。おう、そういうことか。確かにショートリコイルは重心が動くから、命中ではブローバックに劣るのか。ブローニングは、ショートリコイルとブローバック、2つの仕組みをハンドガンで実現した最初の人です。すごい設計者だと思います。天才かよ。FN ブローニング M1900 の後、FN ブローニング M1903 が開発されます。これは、M1900 を改良したものです。口径は32から38へとサイズアップ。38口径は9ミリ口径ですね。口径が上がったので、威力も向上しています。パラベラムも撃てるのか？パラベラムは無理ね。M1903 もブローバックなので、強い弾薬を使うことはできないのです。なるほど、そういうことか。M1903 はブローニングナンバー2とも呼ばれています。これは、スウェーデンとノルウェーの軍用装備として売り出そうと試作されました。結果、スウェーデン、ロシア、トルコなどで軍用装備となりました。M1903 はヒットしそうな予感。M1903 は15万丁ほどが製造されたようです。結構売れたんだね。そうね。FN1903 は、ちょうど 3D モデルがありますので、見てみましょう。1900と違って、撃鉄があります。撃鉄は内蔵されて、外からは見えなくなっているようだね。そうね。それから、スライドのバネは重心の下に配置されました。一般的なセミオート拳銃はこのタイプですね。M1900 には、ホールドオープンの機能はありませんが、この M1903 には、ホールドオープンがあります。最後の一発を撃つと、スライドが後ろでロックされる機能だね。弾倉を装填し、下がったスライドをリリースすると、薬室にカートリッジが装填されます。もう銃としてはほとんど完成しているように思える。それから、この FN1903 は、コルトのハンドガンへ技術を転用して販売しました。それが、コルト M1903 ポケットハンマーレスと呼ばれるタイプです。またブローニングが設けたのか。設けました。ポケットハンマーレスは、1945年まで製造され、50万丁以上が出荷されてヒットしました。これは FN1903 を軽量化した32口径の護身用ピストルです。アメリカ軍や警察などにも採用され、携帯性の高さからギャングなどにも売れました。ギャングって、もしかして武器商人からすれば、お得意様ではないのか。まさに死の商人。大きな声では言えないけど、多分そうではないかと想像します。ポケットハンマーレスも FN1903 のように内部に撃鉄が隠れているのです。この後ブローニングは 380ACP という弾薬を作ります。これもセミオート用の38口径の弾ですね。380ACP は小型の護身用オートマチック拳銃の弾薬として開発されたものです。ブローバックで撃てるほどの威力で、先ほど紹介したポケットハンマーレスの38口径化のために作られた弾薬です。ふむふむ。380ACP は軍用の拳銃弾として広く普及しました。そしてこの 380ACP を撃てる銃として、新たに FN 社でブローニング M1910 を作ります。1910年に販売された FN1910 は成功兵器です。またブローニングが設けたのか。そうなるわね。M1910 はこれまで FN 社で作ってきたブローバックセミオート拳銃の最終形態です。弾を抜いた状態での重量は 590g と非常に軽いです。ってことは、威力よりも携帯性能を高めたってこと？そうよ。ブローニングがコルトで作ったコルト M1911 の重さは 1.1kg ほどなので、比べるとだいぶ軽いですね。2丁拳銃でもコルト1丁分の重さってわけか。確かにこれは携帯性能が高い。めちゃくちゃ高いのよ。弾薬に 380ACP を使っているので、32ACP よりも威力が上です。より小型になりつつ威力も上がっているということなのか。パフォーマンスの高いハンドガンですね。特徴的なのはスライドの構造です。今までのスライド式拳銃は重心とバネの上下2段構造になっていました。しかし、この M1910 は重心の周りにバネを配置することで一段構造としたのです。これは非常に革新的な構造で、後のワルサーやマカロフに影響を与えました。
ちょうど今、画面に映っているのがワルサー PP です。これが FN ブローニング M1910 と同じ構造のブローバックね。なるほど。中心の周りにバネがついているから、二段構造にしなくてもいいのか。考えやがったぜ、ブローニングのやつ、天才かよ。これによって軽量化、傾向性が高くなり、暗殺用の武器として活躍します。第一次大戦のきっかけとなったサラエボ事件で使用されたことで有名です。サラエボ事件ってなんだ？オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がセルビア王国のテロリストに暗殺された事件です。これで、オーストリア・ハンガリー帝国とセルビア王国がバトルになり、周りの国も参加して大戦へと発展したのです。たった一発の銃弾が大戦につながったというのですか？また、FN1910 は日本の浜田式拳銃の参考にされました。浜田式？終戦間近の1941年に完成したセミオート拳銃です。旧日本陸軍の正式となりましたが、製造数は数千丁ほどと言われ、ほとんど現存していないということです。なるほど、日本でも FN の影響があったのか。このように、どちらかというと、小型の拳銃で成功していた FN 社とブローニングですが、次にブローニングが FN 社で設計する拳銃は、9mm パラベラムを発射できる強力な銃でした。それがブローニングハイパワーってやつか。そうよ。ブローニングハイパワーは、これまでの FN 社のブローバックではなく、ショートリコイルで設計されています。コルタですでに実用化されていた M1911 と FN 社の技術、その全てを詰め込んだ、まさにブローニングの最終形態です。これについては、また別な動画で紹介していきましょう。さすがに動画が長くなりすぎた。この動画を作ってるやつがすでに疲れておるわ。武器屋のお姉さん。ブローニングは、コルトでショートリコイル、FN でブローバック、それぞれ別系統で開発しています。最終的には FN 社でもショートリコイルのハイパワーが誕生しますが、もしかしたらブローニングはこの2つの仕組みを比較しながら将来性と進化の行き着く先を見極めたかったのかもしれません。結局どっちがいいんだろうっていう答えを追求していたのかな。 FN とコルトで仕組みが分かれたのは会社の方針やお国柄の違いもあるのかもしれませんが、明らかにコルトと FN で銃の仕組みが分かれているわね。アメリカはパワー重視って印象はあるよね。この後、アメリカでは45口径ハンドガン、ヨーロッパでは9mm口径ハンドガンが主流となっていきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。